はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは住みたい街ランキングで常にトップを争っている人気町恵比寿です。恵比寿は言わずと知れた東京の一等地で、家賃の高さは都内でもトップクラス、つまり日本で最高クラスに家賃が高い町なので、僕からしたら人気町っていうか、住めるなら住んでみたい憧れの町って感じですね。今回はそんな恵比寿の街並みや住みやすさを見ていきたいと思います。まず駅ビルにアトレが入っていて、駅中から賑やかな雰囲気ですね。アトレには成城石井とかザ・ガーデン自由が丘っていうスーパーマーケットもあって買い物に便利です。あとこの辺パン屋とかカフェが多くて、めちゃくちゃいい匂いが駅中に充満してますね。で、恵比寿はざっくりと分けると西側の商業エリアゾーンと南側の恵比寿ガーデンプレイスゾーンで、あと東側の高級住宅地ゾーンに分かれているんですけれども、まずは西側の商業エリアゾーンから見ていきます。エスカレーターを降りて西口に出ると、皆さんのイメージにある恵比寿はここじゃないでしょうか。飲食店が多いゾーンの出口で、日比谷線の出口もあって、で待ち合わせ場所によく使われる恵比寿像があるのもここの西口ですね。で、西口から街に出ると正面に2つの商店街が伸びているんですけれども、まずは駒沢通り沿いの恵比寿駅前通り商店街から歩きます。ここをずっと進んでいくと中目黒の方面ですね。で、恵比寿は住みたい街ランキングも1位2位を常に争っている一等地なんで、さぞかしおしゃれな街なんだろうなみたいなイメージを持たれがちですけれども、駅周辺はね、意外とそうでもないっていうか、むしろちょっと下町っぽい雰囲気すら感じるくらいです。やっぱりビジネスマンが多い街なんで、安いチェーン店とかラーメン屋とか居酒屋も多くて、でその辺は以前に紹介した白金のような高級エリアとは全然違いますね。とは言いつつも、品格漂い飲食店とかおしゃれなカフェも点在していますし、吉野家は黒いデザインで謎に高級感を出してきたりします。あとパチンコとかスロット店が少ないところにも恵比寿の品格を感じたりしますね。ただ有吉とマツコなんかは恵比寿のことをおしゃれおしゃれって言うけど全然おしゃれじゃないってぶった切ってましたね。むしろ僕みたいな庶民からすると、こういう庶民的な飲食店が多いところが恵比寿が住む街として人気な理由の一つなんじゃないかなとも思いますけどね。ちなみに通りから1本入ったところにはマディソン入浴キッチンっていう有名なカフェがあります。ここすごいおしゃれかつムーディーで、ランチなら2000円程度なんでデートにもコスパ良くて、マッチングアプリだろうなっていうカップルがよくいますね。そして西口前にもう一つ並んでいた恵比寿銀座っていう商店街ですけれども、こちらは蕎麦屋とかラーメン屋、ちゃんこ鍋、寿司屋、居酒屋なんかが多く並んでいます。あと昭和のレトロな雰囲気漂うお店もあったりとかで、通りを抜けたところには24時間営業のスーパーのピーコックがありますね。恵比寿のスーパーはアトレ内の成城石井とかザ・ガーデン自由が丘など高級路線のスーパーが多いので、庶民の財布にまだ優しいのがピーコックです。では続いて恵比寿西のエリアを散策します。この辺りも飲み屋とかバーとか飲食店が多く連なっていて、夜はサラリーマンで賑わいそうなエリアですね。ただいきなり前からロールスロイスが走ってきたりするんで、油断も隙もありません。ここで恵比寿のアクセス情報と家賃相場についておさらいしておきますけれども、恵比寿は山手線と埼京線、湘南新宿ライン、東京メトロの日比谷線という4路線が通っていて、言うまでもなくアクセスは最強です。山手線でいうと渋谷の隣の駅ですね。自転車でも渋谷なら10分くらいで行きます。また恵比寿は周辺を中目黒とか代官山、広尾、白金っていったおしゃれ散らかした高級エリアに囲まれていて、この辺のやつらみんな友達みたいな感じです。周囲を人気街に囲まれてるっていうのも恵比寿人気の一つの要因ですね。あと埼京線とか湘南新宿ラインも通ってるんで、都内だけでなく外へのアクセスもいいです。続いて恵比寿の家賃相場はこんな感じで、都内でも最も高い街の一つですね。平均的な所得で住むのはなかなか難しいので、住めるものなら住みたいさランキング1位って感じ。ただ恵比寿駅周辺は変に高級ぶってなくて、一人で入りやすい飲食店も多いんで、一人暮らしでも住みやすい街だなとは感じますね。そして商業ゾーンを抜けるともう代官山のエリアに入ってきます。流行の最先端を行く代官山だけあって、一気におしゃれな高級住宅地って感じの雰囲気になりますね。高台に登っていくと高級の低層マンションも並んでいます。こちらのパークナード代官山は家賃が月39万5千円から58万円っていう超高級マンションですね。もう僕みたいなお小遣い2万円クラブには駐車場代すら出せません。
そしたら今度は恵比寿の南側にある恵比寿ガーデンプレイスに行きます。恵比寿といったらガーデンプレイスを思い浮かべる人も多いかもですね。で、恵比寿ガーデンプレイスに行くには駅中に恵比寿スカイウォークっていう直通の通路があります。結構ガーデンプレイスまで距離があるんで、空港でよくある動く歩道みたいなのがあります。そしてスカイウォークを抜けると恵比寿ガーデンプレイス前の交差点に出ます。どうでもいいんですけど、この交差点10年以上前に僕が通っていた教習所の技能教習の時に教官と運転変わってハンドル握るスタート地点だったんですよね。懐かしい。そんな話はどうでもいいとして、恵比寿ガーデンプレイスですね。そもそも恵比寿ガーデンプレイスって何っていう方に簡単に説明しておくと、ガーデンプレイスはオフィスビルとか商業施設、レストラン、マンション、高級ホテル、美術館などが集まった複合施設エリアのことですね。で、目の前にそびえ立っているのが恵比寿ガーデンプレイスタワー、主にオフィスビルですね。恵比寿っていう地名はそもそも皆さん大好き恵比寿ビールに由来しているんですけれども、その恵比寿ビールを作っている現札幌ビールのビール工場がかつてあったのがこの地で、その工場跡地の再開発事業として1994年に誕生したのが恵比寿ガーデンプレイスです。なので札幌ビールの本社とか恵比寿ビール記念館なんていうのがここにはあります。ここのメインストリートはイルミネーションがすごい有名ですね。そして左手の改装中になっているエリアには三越の恵比寿店があったんですけれども、ここ新しくスーパーのライフとか明治屋ストアが入るようですね。恵比寿は高級スーパーが多いんで、庶民に優しいライフが入るのは大きいですね。立地的にはちょっと微妙ですけど。で、右手側には薬局のトモズや、あと地下通路を進んでいくとおしゃれなワインショップ、フランスワインの専門店、ロブションのお菓子とパンのお店などが並んでいます。そして広場の階段を上っていきます。正面にヨーロッパ調の見るからに豪華な建物がありますけれども、ここは超高級フレンチレストランジョエル・ロブションです。世界で最も多くのミシュランの星を持っている有名シェフジョエル・ロブションの日本第1号店とのこと。ここは2、3階に三つ星の最高峰ブランドのガストロノミージョエル・ロブションが入っていて、1階にはもう少し庶民でも入りやすい2つ星のラターブル・ドゥ・ジョエル・ロブションが入っています。1階の方のお店のランチであれば1人1万円弱程度のコースからあるそうです。そしてジョエル・ロブションの裏側の方に回っていくと、目の前にウェスティンホテル東京が姿を現します。ここは各国の要人を招く国際会議とかでも使用されるような国内を代表する高級ホテルの一つですね。そしてその通り沿いにはウェスティンホテル東京と肩を並べるようにして恵比寿のランドマーク的な存在でもあるタワーマンションが2つ建っています。こちらが恵比寿ガーデンテラス一番館。家賃は 1LDK でも月30万円前後ですね。そしてもう一つ隣に立つのが恵比寿ビュータワー。こちらは UR 賃貸住宅の物件ですね。UR のタワーマンとかあるの初めて知りました。さすがは UR、 間取りは 1K の部屋からもあって家賃は20万円以下の部屋もありますね。そしたらガーデンプレイスを離れて最後に恵比寿東のエリアを見に行きます。こちらは高級住宅街である広尾に向かう方面ですね。駅前の通りにある恵比寿ストア、約50年以上この地に存在する超老舗の商店街っていうかモールというかがあります。中通って駅までのショートカットに使えそうだなって。そして徒歩2分くらいのところにはサラリーマンに人気のある恵比寿横丁があります。ここも中にいくつもの居酒屋が入っていて、仕事終わりのビジネスパーソンとか若者で賑わうスポットですね。そして駒沢通りを東へ進むとすぐに明治通りとぶつかる渋谷橋交差点にあたります。ここ左の方へ行くと渋谷ですね。そして交差点を渡っていくと広尾の閑静な住宅地エリアになります。緩やかな坂を登っていくと右手に恵比寿プライムスクエアっていうオフィスタワーが姿を現します。ここは外資系とか IT 企業が入居しています。そしてプライムスクエアの背後からは閑静な住宅地が広がっています。この辺りは、背の高いマンションもなくて低層の高級マンションとかお高そうな邸宅がずらずらと並んでいますね。この辺はもう完全に広尾のエリアになるんで今回はあまり深入りはしないですけれども、
広尾も芸能人とか有名人が御用達の高級住宅地なんで、また別の動画にしたいですね。はい、という感じで今回は住みたい街ランキングトップ常連の恵比寿の街並みを見てきました。なんで恵比寿が住みたい街ランキング上位なのかっていうと、アクセスの良さとか利便性の面での圧倒的な強みがある点と、あと僕が思うのは、恵比寿っていう街が好きなわけではなくて、恵比寿に住んでる私が好きっていうタイプの人も結構多いんじゃないかと。恵比寿に住んでる私っておしゃれ、俺恵比寿に住んでるっていうとなんかモテそうみたいなブランド志向っていうか、バリキャリ女子とか若手の IT 企業リーマンとか恵比寿めっちゃ人気そうだなって感じたり感じなかったり。というわけで、もし動画をご覧の方で実際に恵比寿に住んだ経験のある方は、ぜひ実際の住み心地などコメントしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。ではでは。